おはようございます。メグリカミ太一です。今日は人参のグラスを紹介します。キャロットグラスですね。フランス料理の基本中の基本で仕上がりに差が出る一品です。今回は人参をココット型にトルネするテクニックもお見せします。包丁だけで形を整えることによって火の入りを均一にします。シンプルだからこそ仕込みの精度がそのまま味と美しさに現れますので、一緒に作っていきましょう。まずよく洗った人参をエプルシェ、皮を剥いていきます。この時頭の方をですね、まずエコノムで一周してから、その後このようにですね、一気に上から下までエプルシェしていきます。この今使っているエコノムですけども、私個人的にはこのタイプの方が使いやすくて便利だと思って使っています。きれいにエプルシェできたら、上の部分と下の部分を切って、そこからまず同じサイズに切り揃えていきます。ここ非常に重要ですね。長さが変わってしまうとサイズも変わります。ですので同じサイズに切り揃えていきます。その後太いやつは半分、もっと太ければ4カットにしても構いません。だいたい同じサイズになるような感じに切り揃えていきます。もちろんこれ1回エプルシェしてますので、トルネした時に出たカスとかはポタージュなどに使えます。それではココット型にトルネしていきます。基本的にココットとなるとトルネした面がない状態ですね。綺麗な、なんていうんですかね、ラグビーボールの細長い版ですね。綺麗にトルネしていきます。このようにですね、同じような角度で円を描きながら包丁を動かしていきます。その時ですね、持っている左手で人参をちょっとずつ回していきます。このトルネする時、下にこういうお皿を置いておくと仕事がきれいにはかどります。このような感じに出来上がりました。今現在これのテクニックですけども、あまり使われることはないですね。基本的にガストロノミーで使っているのを見ることはほぼないです。ただテクニックとして包丁を使う技術を上げるためには、こういうテクニックも身につけておいた方がいいと思います。もちろん人参で練習するのもいいですけれども、どちらかというとじゃがいもの方が練習しやすいですね。人参は中の中心の方に筋が走ってますので、たまに包丁がそれにつられて動きます。ですのでじゃがいもの方が練習はしやすいと思います。よく切れる包丁を使えばそういうことは全く関係ないと思います。それでは救出に入ります。まず鍋に先ほどトルネした人参を入れて水を入れます。水の量は基本的にキャロットが少しかぶるぐらいの水の量でいいと思います。あと適量の塩と、あと軽く砂糖を入れて、そこにバターを入れます。ここでクッキングペーパーで落とし蓋を作ります。このようにですね、正方形に切った後、折りたたんで鍋のサイズに合わせて切ります。これきれいに折ったらですね、鍋のサイズに合わせて鍋より少し大きめになるように切ります。で、あと真ん中に少し穴を開けておきますね。こうすることによって沸いた時の空気が抜けていきます。これでちょっと鍋より大きめになってますので完全に隠れます。あとは火をつけて一気に火を入れていきます。沸くまでは強火で、沸いたら少しだけ火を弱めます。ずっと沸いている状態で一気に液体を煮詰めながら仕上げていきます。これゆっくり入れてしまうと最後人参が火が入りすぎてしまいます。ですので一気に火を入れながら一気に煮詰めていきます。このようにちょくちょく混ぜながらですね、均等に火が入るようにしていきます。この落とし蓋をしていることによって水分があまり逃げるのが遅くなります。ですのでちょうどいい感じに火が入っていきます。このようにですね、だいぶ液体がなくなってきました。まだ完全に火が入ってませんので、まだ蓋をしたまま火を入れていきます。あともう少しですね、火が入るまで。
今回見てもらったら分かるように火加減ですけども中火より若干弱め、ずっと沸いている状態で最後まで火を入れていきます。こうすることによってきっちりと火が入りきった時に余分な液体がなくなっています。最後このようにバターとキウイソーンをリエしてグラッサージュですね、グラッセしていきます。キャロットグラッセが温かいうちに温めたお皿に盛り付けます。シンプルな料理だからこそ技術と感覚がはっきりと現れてくると思います。今回紹介した人参のグラッセを通してフランス料理の基本の大切さを感じてもらえたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティ。